ちょっと東京。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバボボ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンアビバボボ。はい、あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくん、グレーのぐーちゃん、白黒のくたくん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをおすすめしております。入った。捕まえようと思ったのに、上手に入ったな、抹茶はな。2つに入る名人だな。今日はね、さすがシーバのおかげかわからんが、全員集合したな。久々にな。レアな回でございましたな。シーバでも全然出てこない時あるからな。今日はラッキーだったんじゃないでしょうかね。はい。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、よろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースっていうかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティースね。抹茶以外みんないるね。まだね。にゃんこたち、ジャスティース。今日も能登で買った塩入りの、能登じゃねえや。小松空港で買った塩入りのさゆだよ。能登の塩な。にゃんこいっぱいいるな、今日はな。これ、ごめんなさい。ごめんね。食べて。はい。ちょっと避けといたよ。お気に入りさん、ジャスティース。
藤子さん、皆さん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ピョンさん、ジャスティス。福岡は道路凍結間近。お気に入りさん、ピョンさん、こんばんはね。そう、本当寒いよね。もうさ、朝、蛇口からひねって出てくる水がさ、もう冷蔵庫でキンキンに冷やされてた水かのような、ね、もうほんとキンキンに冷えてる水がさ、出てくるからさ、ヒーってなるもんな。だから今日はちょっと明日の朝のね、塩さゆ、塩水用のポットに入ってるね、もうお湯の残りが少ないんで、ちょっと少なめのね、左右で、今日はジャスティスしましたよ。と、お気に入りさん、スリップ注意、プリーズ。ねえ、そうだよね。道路凍結ってな、困っちゃうよな。別にスケート選手でもないのに、ね、つるつる滑っちまうもんな。で、今日は、なんだか、猫がいっぱいおるな。ヒーター前に猫が今日はいっぱいおりますね。ぴったりくっついてな。そんなに寒いか、まあ、寒いかもしれないけどさ、うちの中にずっといるだけなんだからさ、外じゃねえんだから、そこまで寒いかって感じよな。お兄さん、猫ちゃんたちが重なってるあるよね。なんかぴったりパズルのようにうまい具合になんかね、組み合わさって収まってる感じよな。見事な水玉模様だよね。可愛らしいな。なんかデパートの包装紙的な感じ。三越だったっけ、伊勢丹はチェックだったっけ、なんか三越の包装紙的な感じがなくたのからな。で、あと何の話したらいいかな。だけどそう昨日は動画の編集がね、全然ちょっと霧のいいところで終われなそうな感じで、集中して昨日は動画の編集をしておりましたっていう感じだったかな。で、今日もまあそれの続きでね、さっき一応終わったから書き出しまでやっといたみたいなね、状態でございますよ。あと何がありましたかね。そうだから今日は全然外に、一歩も今日は外に出ずに過ごしたかな。あ、そっか。土曜日だけど、まあゴミの日だけど、ゴミはいいやと思ってね、生ゴミじゃないからさ、またね、気が向いた時にでもみたいな感じで、今日はゴミ出しも行かなかったし、農協にも行かなかったんでね、今日は一歩も外に出ておりませんよ。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てまちゃん、もうちょっと前に来てくれると捕まえやすいんだけどな。もうちょいなんだよな。もうちょい前に出てくれると、よいしょ。たまちゃん、トラップ10捕まえた。もうまた、みたいな顔してるね。たまちゃん、かわいい子ね。お気にさん、くーたくんのたまたまはまだ黒いのですか？くーたくんのたまたまはずっと黒いですよ。お気にさん、かいたさん、こんばんは。イオンさん、猫ちゃんかわいいやね。うちの、なんだってゆりたんがなんか可愛い声出してるな。うちの実家の猫が、私が帰省すると何か伝えたいみたいに私に語りかけてくるように泣きかけてくるの。そういう時どうしたらいいの？聞いててあげたらいいんじゃないですかね。そういえば仲間もそんなこと言ってたかね。おきにさん、たまちゃん。撫でないとこうだぞ、にゃおね。まあ、たまちゃん、実は、撫でてても泣くんで、あんまり解決にはならんのだけど
どな。まあでも多少静かになるかなってね、感じだよ。で、にゃんこね。にゃんこは見えないものが見えるんだよね。人間にというか人間でも見えてる人と見えない人いるからあれだけど、ね、見えてない人にもね、にゃんこはみんな見えるっつったもんな。だからその後ろの守護霊さんとおしゃべりしてんじゃないのかな。だからその守護霊さんとそのにゃんこちゃんはお友達なのかもしんないね。で、おしゃべりしてんのかもしれないね。ねえ、お気に入りさん、ピョンさん、そういう時は鼻をツンツンすればいいのかも。確かに物理的にはそうかもしれないにゃんこね。お鼻にこうね、とんがってるものを持っていくと、あれおかしいな。おかしいな。自動的に嗅ぐもんなんだけどね。まあ今私がハンドクリームつけちゃったから、それの匂いでちょっと嫌だとかなってるのかな。ゆりたん抱っこかな。はい、ゆりたん抱っこ。ごめんね。はい。はい。ダメなのね。ゆりたんは抱っこダメだもんね。たまちゃんぐらいだもんね。抱っこさせてくれるのね。たまちゃんと、まーちゃんぐらいだもんね。抱っこさせてくれるのね。ふーちゃんは抱っこじゃなくて、自分でチューチューもみもみしたい時だけな。抱っこさせてくれるけどね。感じね。抱っこすると嫌がるね。と、ピヨンさん、お気に入りさん、何それ？鼻はツンツンするものなのね。お気に入りさん、たまちゃん、どうしたツンツン？ダブル抱っこするとボリュームがすごいね。そうだよね。ダブル抱っこはでもなかなかできないね。抱っこさせてくれる子だったらまだできるかもしれないけど、ゆりたん普通に抱っこさせてくれない子だからね。あまちゃんは抱っこさせてくれるのな。今日はね、今は静かだけどね、だいぶ前は、かなり泣いておりましたよ、たまちゃんね、今日もね。で、だけ土曜日で、外に出なかったよっていうお話でございました。あと何の話すればいいんだ？まあ、あとは今日見た YouTube だとあれだね、トゥーランド Vlog、佐藤光郎さんの動画に出てる安江邦夫さんの話が、まあ、衝撃的だったかなみたいな感じだね。言っちゃうのかな？言っちゃった。言っちゃったな。あ、人がっちゃうね。大丈夫？はい。ね、よかったよ。で、あとは何がいいかな。お気にさん、藤子さん、猫ちゃんは暖かいですか？そうだね。うんね、体温があるものだから、まあ、暖かいと思いますね。ね。お気にさん、新、カンナベだっけ？全然私そこ知らなかったんだけど、おかげで調べて、ね、岐阜県だったっけにカンナベっていうところがあるらしくてね。で、まあそこが UFO が出るっていう話だね。まあ、別に UFO が特に私は興味ないんで。別に見たいともなんとも思わないんだけど、まあ、その安江さんの話だとね、その7月5日がね、なんだっけ、地球滅亡だったっけ、違う、日本滅亡だったっけ、まあ、そんな、予言をね、最初になるかな、まあ、始めた人なんだけども、まあ、それが最近ね、覆って、なんか言い出しっぺがね、なんか違うこと言い出してどうなったんだみたいな話になってたんだけど、まあそれの真相を全部ね、説明されてたんで、なんか納得がいくような動画だったんだよね。でね、天皇陛下が昔はね、その神事を受けていたと。だからそれの力があったんだけど、
で、最近の天皇はその神事を受けてなかったから、その神の力はなかったらしいんだよね。なかったんだけど、その前に受けてた天皇のパワーが120年だったっけ、引き継がれるとかで、120年よりも、先になっちゃうと、もうそのパワーがなくなるんだけれども、今の天皇がね、その神事を受けたんで、安泰ですみたいな、そんな感じの話で、しかもその神事をね、した人っていうのがその安江さんだっていうので、そうだったのみたいなね、ところがちょっとびっくり仰天みたいな動画だったんだよね。ぴょんさん、私は藤子さんを抱っこしたいと書きかけて消した手のをここに書いてどうする？お気に入りさん、江戸時代の民は UFO イコール神の鍋という感じで見ていたのですかね。なんかそうらしいよね。それで神鍋っていう地名らしいからな。お気に入りさん、安井先生は楽しそうに話されますね。もうさ、どんな話題でもかっさらってくからさ、ずるいよなと思ってさ、その影響力一つでも私に少し分けてくれればいいのにさ、私の影響力も全部あの人持ってっただろうと思ってさ、ちょっとイラッとするよね、みたいなね、感じ。ぴょんさん、うつろ線伝説、お気に入りさん、ぴょんさん書いちゃってるがな。うつろ線っていうのかな、そうそう。それで、あれ、なんだっけ、かぐや姫な。かぐや姫の話は、なんだっけ、物語じゃない、作り話ではなくて、事実だよっていう話な。で、日本人は、宇宙人から守られてるっていうので、なんでかっていう話がかぐや姫っていうのでな。で、あれが実話だよと。でね、昔、宇宙船 UFO、宇宙船が故障して、で、なんか墜落するだかなんだかわかんなかったけど、でね、せめて子供だけは救いたいっていうので、子供をね、やっぱりいろいろ、日本だけじゃなくて、何人か、ね、いろいろ世界中各地にね、なんだっけ、なんか預けたっていうか、らしいんだよね。で、もうよその国は、悪魔の子だっつって、なんかもう惨殺とか、なんかすごい扱いをしたらしいんだけど、日本人だけは大きくなるまで立派に育て上げて、お返ししたんで、だから宇宙人は、日本人だけは絶対に守るっていうので、守られてるからっていう話だったんだよね。でね、それが NASA が言ってるっていう、そういう話だったよな。それで日本って守られてるのっていうのがさ、ね、理由が分かったところがね、びっくり仰天のお話でしたね。お気に入りさん、かぐや姫。ピヨンさん、お気に入りさん、すんません。理性終了です。はぬこさん、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとをやっておりますよ。お気に入りさん、竹を切った時に宇宙人を切らなくてよかったね。どうやって切ったのかわかんないけど。そう、それで言うとさ、桃太郎とかも、あれも宇宙人みたいなことなのかなって、ちょっと思ったんだよね。お気に入りさん、たぬこさんこんばんは。たぬこさん、お気に入りさんこんばんは。ひよさん、たぬこさん、あなたはいい人だ。決めつけ。お気に入りさん、ナイス。日本の、いにしえたちを。ね、本当ありがとうございます。おかげで、おかげで命拾い、してますよ、みたいなね、ところだよね。ありがたやっていう感じよね。タムコさん、ピヨンさん、こんばんは。お気に入りさん、桃太郎もおかしな話ですよね。でも、ただ、桃太郎の場合は、こう、切った時に切っちゃいそうだもんね。
かぐや姫はまださ、ね、切り方でなんとかセーフみたいなことありそうだけどさ、桃はね、どうやってこう、なんだ、頭のとこだけちょっと切って、で、こう出すとか。ただあれか、桃だと種が真ん中にあるから、種まで切らないとって、種なかなか切れないよね。なんかいろいろとグロいことをちょっと考え始めた感じだな。えーっと、おきにさん、桃太郎もおかしな話ですよね。桃太郎なんだっけ、そっか、鬼ヶ島があれか、桃太郎の話というよりは、桃太郎が宇宙人とかっていう話ではなく、ね、鬼ヶ島の話がなんかね、学びがありそうな感じよね。ね、おきにさん、桃にチョップ。ね、チョップでね、パッカーンって割れて出てきてくれるなら、まあいいけどっていう感じだよな。あとは、何の話があったかね。えーっあとはない。あとはないけど、何があるかな。今日は、8。8日でなんか文字が書いてあるけど、今日は何かの日かな。ヘイシリ。はい。今日は何の日？今日は祝日ではありません。少なくともここでは違います。はい、すいませんでした。すいませんでしたね。ありがとうございます。今日は答えてくれたよ。ね、シリあんまりほら、仲良くないからさ、答えてくれないこと多いんだよね。おきさん、鬼は欧米人だとか、そうなんだ。おきさん、あれ、7月5日に藤子さんは月の裏の方へ行かれる動画を撮影するとか、月の裏に行くんか。そう、宇宙エレベーターね、宇宙エレベーターがどういう仕組みなのっていうのがわかんないので、ね、宇宙エレベーター、まあ、乗りたくはないけどね、なんか高所恐怖症だからさ、なんか怖そうとか思うんで、なんか乗りたいとは思わないけど、宇宙エレベーターのちょっと理屈を知りたいなとは思うよね。それで行けんのかな、月の裏にな。ピヨンさん、フジテレビのアナウンサーのお父さんの超ベテラン俳優、誰でしたっけ？知らねえ。誰だ？あ、マーサかな？マーサのお父さんってこと？越後製菓ってこと？越後製菓でしょ？越後製菓っていう名前になっちゃったけどな。あとは何があったっけ？今日は、休みの日じゃない、祝日じゃないって言われちゃったな。えーっと、チャムリーさん、高橋秀樹か。越後製菓しか出てこなかった。そっから先出てこなかったな。ほんと、高橋秀樹ね、越後製菓でよかったよね。あの、なんだっけ、叩かれてるところ。柿の種のところ、亀田製菓か。亀田製菓じゃなくてよかったよね。越後製菓でよかったよね。さすがだよと思ってな。仕事ちゃんとね、それ知ってて選んだのかしらとかちょっと思っちゃったな。お気に入りさん、ブラボー。今日はまだ仕事の待機中で、家にいる子犬が心配でね、ネットカメラでモニター中なんです。そうなんだね。そうね。だからほら、ペット飼ってるとさ、外出してるとな、ペット自体はきっと大丈夫なんだと思うんで、ただ自分がね、なんか落ち着かないんだよね。なんか安心できないんだよ。だからね、長時間外にいても、楽しめないんでね。だから心配にならない程度の時間しか、ちょっとね、外には行けないかなっていう感じよね。ピノさん、チャムリーさん、ありがとうございます。思い出せなかったの。
失礼しました。越後製菓より先に出てこなかったな。あとは、ヤフーのニュース、日本海側、ドカ雪や暴風雨に警戒を、そうなんだ。ね、普通に無事に行けてよかったよ。日米首脳会談、野党も一定の評価、なんかあったのか石破さんとトランプさん、初の首脳会談、日本側が重視する安全保障と経済で今後の協力を確認したことを受け、与党側は一定の成果を上げたなどと評価した。どんな会談だったポイントトランプ氏が首相と良好な関係を持とうと配慮を見せ、接点がほぼなかった両首脳が距離を縮める最初の一歩になった。両首脳の相性の良さが垣間見える結果、だそうですね。まあ、中国と、トランプさんは、なんかもうね、合わないみたいなことをさっき、武田恒彦チャンネルで、見たかな。ゆきんさん、あれ、クータくん不在そうだね。クータいなくなったね。お水飲んでんのクータかな、今。ゆきんさん、藤子さん、日本海行かれてはどうでしょうか。はい、行きますよ。ピョンさん、固有名詞を思い出せないときは、ボケ防止のために思い出す努力が必要なのよ。そうなんだね。で、あとは、じゃあ、あれか、意外と、なんだっけ、石破さんは上手にやれたっていうことなのかな。ね、中国が全然外交がうまくできてないって話だったけどな。凍結でスリップか、車、転落、一人死亡。どこだこれは。呉市、広島ってことが川に転落し、運転手死亡。路面は凍結ね。路面凍結はね、つるつるするっちゃうのね。ヒヤッとするのね。熊の両妻、兄弟ら男女6人逮捕。なんだ。威力妨害、なんだかわかんない。はい。お母さんも受けてみる。東大合格おめでとうございます。痛恨のミス、ロコ、ソラーレ、V、消滅。なんだかわかんない。経済、大雪影響、鉄道、フライト、最新情報ね、そうだよね。大雪だとね、狂いそうだもんね。このキュンパスの時期に勘弁してくれよ。経団連副会長にトヨタ社長起用。なんかトヨタは UFO を作ったっていう話だったっけ？技術的には作れたとかって話だったっけ？ホンダ、日産、ハダン、13日正式決定を、市が JR 西日本の物言う株主に、不公平若手の賃上げなぜ加速ね、もう本当、私、氷河期世代は何も救われた経験がございませんがっていう感じな。大型工事ストップ相次ぐ、行政不良何が起きたんだ人手不足、なるほど、資材高。まあそうだな。もう作んなくていいよ。備蓄米の早期放出価格どうなるね。家庭科のドラゴン柄
人気再燃、どういうこと？家庭科？本当にこれでいいの？親子の価値観違いで対立も。100万箱売れた家庭科のドラゴン。家庭科なんだ、裁縫箱が、ドラゴンのデザインとかそういうことじゃないのかな？どういうこと？家庭科のドラゴン、懐かしいけど。なんで家庭科なんだ？わからないな。なんだ、ドラゴン柄を希望された絵画セット。ドラゴン好き、ドラゴン柄。なんだ、家庭科のドラゴン。なんだ、家庭科のドラゴンっていう漫画でもあるのか？意味がわからないな。すいません、読解力がなくて。はい。と、お気に入りさん、石破総理お茶目感がありましたし、スピーチもまあまあ良かったですよね。あ、そうなんだ、良かったね。お気に入りさん、スリップ注意が、丸リップ注意に見間違えて驚きます。スリップ、ストリップかな。ピオさん。日本海とオホーツク海が見える宿があります。by サンドウィッチマンコント。サンドウィッチマンじゃなくてサンドウィッチマンだからね。あ、そうなんだ。失礼しました。サンドウィッチマンだと思ってた。サンドウィッチマンだったんだ。そりゃ失礼いたしました。おきにさん、オホーツクが見えるのであれば極寒でしょうね。オホーツクが見えて極寒じゃない時期って、真夏でも極寒なのかな。おきにさん、藤子さんのアップ静止画像、続く。そっか。あれなのか。止まってるのかな画面が。と、うーんと、エンタメはわからない。で、と、国内。日本海側どか雪。日本首脳会談の主な成果解説。と、2月7日と、昨日なのか。どこがポイント。日米関係の新たな黄金時代を追求する決意を確認した。今日私から対米投資額を1兆ドルという、まだかつてない規模まで引き上げた。友人であり同盟国である日本の防衛のために、米国の阻止力と防衛力のすべて 100% 提供する。日本製鉄による、そういえばあったね。輸出スチールの、買収計画をめぐり、トランプ氏は7日、買収ではなく投資とすべきと述べた。でもそれはなんか契約違反みたいな感じにならんのかね。だからそれを引き金にさ、もう日本とアメリカのね、関係は解消しようっていうことになんねえかなと期待してたんだけどな。ダメかな。本当日本とそのアメリカの関係がね、なくなって、日本鎖国すれば多少マシンなんじゃんとかって。ね、もう日本は鎖国してさ、日本人でなんとかでき
でも今の日本人ダメかも、アホだもんな。残念。勝手になんか進んでますが、自分の頭の中だけでな。ピアさん。ピザじゃなくてピッツァはどうでもいいけどね。お気にさん、ピッツァ、キーが打ちづらいです。あ、確かに。サンドイッチはまあ、あれか。ピッツァ、そうだね、打ちづらいかもしれないな。じゃあ、あれだ、タロットカードタイムにするかね。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ピョンさん、お気に入りさん、おっしゃる通りです。そう、ひらがなでお気に入りさんって書くと、お稲荷さんに見えるんだよね。まあ、どうでもいいんですけど。どうでもいいんですけどね。そういえば、最近は朝のコーヒーのことも、きなこ餅なんだよね。だから、朝餅食べて、で、まあ、お米ダイエットでな、1合ずつ昼夜とさ、お米を食べるんでな。で、やっぱりちゃんと食べるからさ、お腹が、食べた直後よりもしばらく時間経ってからの方のが、なんか、腹持ちっていうのかな、いいんだなと思って、前はさ、お腹が空いて仕方がなかったわけよ、昼間の時間ってさ。だけど全然、お腹空かないんで、ただまあ、なんとなく口寂しい、なんか食べたいっていう感じで、まあちょっとおやつは食べたりとかするけど、まあ別になんかお腹が空いてるから食べるっていうわけではないんでね、まあ、しっかり食べてるんでね、そうすると、間食ってしなくて済むのねっていうね、感じ、まあ、してるけど。なんかね、無性にね、干し芋が食べたくて、ね、干し芋食べたいな、みたいな感じなんだよね。まあ、外でなかったから、ね、干し芋は食べれなかったけど、で買ってきちゃうとあっという間に食べちゃうからな。どうしようかなっていうところなんだけどさ。なんかね、干し芋が食べたいんだよね。えーっと、たぬこさん、お気に入りさん、お稲荷さん。そう、お稲荷さんに私は見えるんだけど、お稲荷さんと確かに比べると文字数が違うから違うじゃんってなるけどな。なんかお気に入りさんっていうね、とこだけ見るとお稲荷さんに見えるよな。鎖国ストップ。ピヨンさん、油揚げ。煮詰めるとうまいよね。ね、おきにさん、お稲荷さん、そう。なんかお稲荷さんに見えるな。では、鎖国ストップをいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。黄色いカードだ。またペンタクルだ。最近なんか割とお金系が多い気がするけど、多いわけじゃないのかな。たまたまね、つながっただけで思い込んでるのかもしれないな。お金が欲しいせいで。お金が欲しいせいでそんなこと思っているのかもしれないな。と、でもさ、私の中で勝手にお気に入りさんイコールお稲荷さんになってます。そうなのか。お気に入りさん、藤子さんたち食いしん坊ゆえ、はい、そうなんですよ。食べることしかね、楽しみが、楽しみがないから。これ何ペンタクルのナイト若いお金だね。そういえば、
ビットコインが下がってるみたいだからね、買いたいな、みたいなね。ペンタクルの、ナイト。で、今日は逆位置ですね。これは動画か。ペンタクルのナイト。広告がいっぱいすぎて読みにくいな、これだな。ペンタクルナイトの絵柄の意味。逆位置。ペンタクルナイトは黒く重厚感のある騎士、馬に乗った騎士がペンタクルを手にしてその成果をかみしめている。その静かなに佇む姿から、これまでの苦悩を自力で乗り越えてきたことによる強い意志や決意が感じられる。逆位置、頑固、深刻、マンネリ。ペンタクルナイトは幾多の戦いを乗り越えて、ようやく目的を達成し、努力の報いを手にしている。そんな姿として読み取れます。そのため、逆位置では、その堅くなな姿勢があだとなり、頑固で深刻な、態度になっていると解釈するのです。逆位置キーワード、頑固、深刻、マンネリ、物臭、意志が弱い。逆位置では、カードの重厚感が消え去り、地に足がつかない側面が強調された姿としてその意味を読み取ります。そのため強い意志は頑固で融通が利かない性格として受け取られますし、時には意志の弱さが出て物臭になり、何事も進められない状態だと解釈します。逆位置では目標や計画があったとしても、その結果、得られる成果に魅力を感じず、努力する意欲が湧かないのです。そして物事は停滞して、何事も進められない状態となり、平らな時間を過ごすことになるのです。ですから、このペンタクルのカードが逆位置で開かれると、実力はあってもそれを活用できずにいる。そんな姿として解釈できるのです。はい。仕事、恋愛、まとめ。粘り強く実力を発揮して成果を得るカード。で、あれ、逆位置についてまとめ書かれてないな。ってことは、どういうことだ？ってことじゃなくて、逆位置の意味は、実力はあってもそれを活用できずにいる。まあ、明日から本気出すみたいなカードでしょうかね。暖かくなってから本気出せばいいんじゃないのっていうね、いかにも平らな、コメントでございました。参考にしていただけてたら幸いでございます。お気に入りさん、イエローカード。ピョンさん、ペンタクルも煮詰めた油揚げみたいなものじゃんか。そうなのか。めっちゃ強引。タヌコさん、わら。面白すぎる。ピョンさん、いつも発想が素晴らしい。ピョンさん、そのうち藤子さんにおごられる。お気に入りさん、どんまい？ピョンさん、お気に入りさん、よっしゃ、もう一丁行きましょうか。やめとけ。お気に入りさん、ガシガシ。ピョンさん、誰も藤子さんの話聞いてないに一票。お気に入りさん、聞いておりまする。はい、まだ本気出してないだけっていう人、はい。はい、そうですけど、みたいな感じかな。あとは、X では何が話題なんですかね。
自殺の理由、東京のトレンド。東京で死んでる人が多いのか。と、一番死にたいときに自殺未遂を犯して運ばれた先の精神科に、死んでもいい理由で僕を説得できたら死んでいいですって言われたの。衝撃的すぎて未だ忘れ。めちゃいい先生やった。そうかな。と、なんか面白くないな。飛んで埼玉。飛んで埼玉。日本のトレンド。映画やってんのか。はい、よくわかんないね。X の使い方がよくわからない。どうやったら楽しく使えるんだろうか、これ。身長165センチ、東京のトレンド。草の符。草の符ってなんだ？物の符みたいな。でもスポーツのトレンドだな。パワハラ会議。日本のトレンド。兵庫県知事。政治家のトレンド。読めない。音楽のトレンド。はい。トレンド。飛んで埼玉。アンサンブル。全然わかんない。ニュース。人気不燃の理由。テスタさん。テスタさんどうしたんだ？何が起きたんだ？テスタさんにブロックされました。そうなんだ。ブロックして逃げるんですね。ブロックされてもあなたのコメントは拝見できますので、これからも日本のためにあなたに対して、批判していきます。あ、そうなんだ。アンチだったんだな。そんなもんでなんで、トレンドに入るんだ。世界一位金融のトレンド。石破総理、肘をついたまま握手。本当だ。ふんぞり返って座る。トランプに握手されずに放置される。世界一位日本の恥と X 民にポストされる。そういうことか。で、約150兆円金融のトレンド。日米首脳会談で US スチールについて買収ではなく投資で合意したんだ。また石破総理は1兆ドル150億円、兆円ってことか。規模の投資計画を表明。さらにトランプ大統領は貿易赤字の補填としてアラスカでの天然ガス、共同開発を提示。金だけ払わされているような気がしてならないな。日本製鉄と国民が犠牲となったね。そういうことよね。まあね、国で考えたときにね、どうしたらいいのかっていうの知らんけどな。日本の投資、紙ストロー廃止ね、飲みにくいもんな、紙ストローな。日本でもやりましょう。トランプがね、日本ではやらないのね。ね。で、マックが紙ストローやめるっつったんだっけ？で、武田恒彦さんが、ね、俺マック5っつってたもんな。フェイク画像。ハンサム。政治のトレンドでハンサムってどういうこと？誰がハンサム？どういうこと？わかんない。よくわかんないよ。X の使い方がわかりません。日米関係。
はい、わかりません。んと、おきにさん、藤子さん、ぴょんさん、藤子さん、おきにさん、本気出しちゃダメ、緩めでお願いします。たぬこさん、何ですか？たぬこさんにお任せするよ。おきにさん、いろいろ、たぬこさん、ゲル、放置、しげるか。ゲル放置されてたんだな。見てないからさ、テレビ見てないんでわかんないんだよね。ねえ、おきにさん、なんか石破さん好きだな。そうなんだよ。そうなんだよ。なんかさ、なんかキャラクターっぽいっつうのかな。なんか好きなんだよね。打たれ強そうというか、打たれていることに気づかない強さを感じます。そう、なんかさ、謎なんだけど、ね、もうこういうこと言うとさ、まあね、バットボタンがすごいことになりそうだけど、なんかね、石破さんね、好きなんだよ。面白いな、とか思っちゃうわけよね。まあ、猫に好かれる石破さんなんだから、ね、まあ、私に好かれてもしょうがないかっていう感じかな。きょうさん、ロッテリア食べたくなってきた。ロッテリア食べたいっていう人いないよね。なんか、マック食べたいとかはまあ聞くけどさ、ロッテリア食べたいって聞かないよね。ロッテリアっつったらなんだろう、何想像する？全然、ロッテリアって聞いて出てくるものがないんだけど、ロッテリアってなんだ？ケンタッキーだったらほらね、フライドチキンでしょって思うからさ、フライドチキンの絵がさ、浮かぶけど。で、まあ、マックだったらね、普通にポテトとか、ね、浮かぶけどさ、なんだろう、ロッテリアって言うと何みたいな感じがするな。たのこさん、朝マックしたいなね。昔は朝マックってなんかちょっと有名みたいなところがあったかな。なんかテンション上がる感じっていうのかな。だからほら、車乗ってる時にさ、ドライブスルーがあるじゃない？で、朝ね、早い時に、あの、じゃあ朝マックでもしようみたいな感じでドライブスルーで朝マック買うのが、なんかちょっとね、嬉しかったんだよね。兄さん、ロッテリアを見かけないですよね。ね、そうよね。おきにさん、ポテトが食べたくて11時まで待つ派です。ああ、そうなった。そう、朝はね、なんだっけ、ハッシュドポテトっていうんだっけ、あれ。ね、ついつい忘れてて、あ、そっか、そういえばこれだったな、みたいなね。まあ、でも、まあ、いいか、みたいな。朝は朝でさ、ハンバーガーじゃなくて、ね、なんか違うのじゃんか。それが結構、ね、嬉しかったりとかするかな。ピョンさん、そんな全否定されると逆に心地いいわ、藤子さん。そうだろ？そうだろ？なんか中途半端に空気読んでね、いいこと言われるよりさ、正直に話された方のがさ、いいだろ？まあ、ただ、上手に立ち回れないっていうだけなんだけどな。いいこと言えないみたいなだけなんだけどな。ロッテリアって、あとなんだっけ？ロッテリアとあと何があった？で、バーガーキングはなくなったんだったっけ？なんかバーガーキングって一回も食べたことないなって思ったっきり、なんかなくなったんじゃなかったっけ？まだあるんだったっけ？あと何があったっけ？ロッテリアと、森永のなんかなかったっけ？あれはでもなくなったんだよね、確かね。と、いいさん、2週続けてビッグマック食べました。うまかった。タヌコさん、モスバーガー、そうね、モスバーガーはあるね。モスバーガーと、マックだからなんだろう、ロッテリア的なやつ。なんか店の名前言われて、その代表的な商品が頭に浮かばないお店、なんかなかったっけなと思って、ロッ
テリアとなんかあった気がしたけど、なんだったっけなーって思ってさ。ピョンさん、昭和の自動販売機、ハンバーガーがブームらしいぜ。自動販売機、あるね。なんだっけ、車の、あれだ、サービスエリアだっけとかで、自販機に、ハンバーガーがあって、で、それを食べたことがあるかな。なんかすっげえ熱々で出てきて、ものすごい熱々で出てきて、なんかびっくりしたなっていう思い出があるけどね。たのこさん、ウェンディーズ、そう、ウェンディーズあったよね。ウェンディーズは結構ね、好きだったかな。なんかね、私好みなものが結構あったんで、好きだったかな。キミさん、ドム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 ってそういえば聞いたことあるけど、全然なんか店すらもなんか浮かばないもんな。はい、というわけで。本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。では、いきますよ。せーの。よかったよかった。そうそうそう。フレッシュネスバーガーかな。いや、違う。フレッシュネスバーガーはお店が浮かぶから違う。なんか名前がフレッシュネスバーガー的な、名前のお店があった気がした。だけどね、全然思い出せないや。金さん、学生の頃の昼飯、自販機のそれでした。へえ。ピョンさん、竹縄ですせ。カニタンさん、美味しかったな。自販機バーガー。ねあったかくてな。ねたぬこさん、よかった。おきにさん、今日は藤子さんの動画がたくさん見られてよかった。よかったね。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？いいと思う。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。